皆さんこんにちは。パン作り研究家の直樹パンです。パン作りの効率化や風味の向上が期待できることからオーバーナイト法はお家でのパン作りはもちろん非常に多くのベーカリーでも採用されている製法ですが、実はオーバーナイト法の中にも3種類あって、どれも出来上がるパンの様子が大きく変わるのはご存知ですか？今回は3種類のオーバーナイト法をバターロール、バゲットそれぞれで作り比べてどのような違いが現れるのか解説します。加えてそれぞれのオーバーナイト法に最適なレシピ調整についてもご紹介するので、ぜひ最後までお見逃しなく。それではどうぞ。まずはじめに3種類のオーバーナイト法とは何なのか見ていきましょう。教科書通りの呼び方で分類したものがこちら。生地冷蔵法、生地玉冷蔵法、成形冷蔵法、この3種です。生地冷蔵法はこね上げた生地を分割せずに大きな塊の状態でオーバーナイトさせる製法です。つまり一次発酵の一部または全部をオーバーナイトに変換するやり方です。ほとんどは冷蔵庫を使った低温長時間発酵ですが、稀に自家製酵母を用いたレシピで冷蔵よりも高めの温度帯でオーバーナイトさせる場合もあるので、その場合生地冷蔵法という呼び方だと違和感あるので、僕は冷蔵も常温も包括してバルクオーバーナイトって呼んでます。英語圏では一次発酵のことをバルクフェルメンテーションと呼ぶことが由来です。2つ目の生地玉冷蔵法は文字通り生地を分割して丸めたものを冷蔵オーバーナイトさせる手法です。こちらは冷蔵より低い温度帯にすることはあっても高い温度帯にすることはほぼないので、呼び方はこれで十分です。3つ目の成形冷蔵法は成形した生地を冷蔵でオーバーナイトさせる手法です。こちらも基本は冷蔵温度帯以下での寝かせになります。以上が異なる3種のオーバーナイト法です。タイミングが違うだけじゃんって思ったかもしれませんが、そのタイミングの違いがパンを大きく変えることになるのです。ちなみにそれぞれの製法のメリットなど特徴は公式サイトの記事で詳しく解説しているので、興味があったら概要欄からアクセスしてご覧ください。そして今回はソフト系代表のバターロールとハード系代表のバゲットでそれぞれ比較実験をします。差の現れ方がソフト系とハード系でどれだけ異なるのかという点も面白いからです。それではまず最初にバターロールの比較から見ていきましょう。今回の実験では3種類すべて同じ配合の生地を使ってオーバーナイトのタイミングだけが異なるパンを焼いていきます。なので生地は一度にまとめて3種類分作って、その後切り分けて作業を別々にします。2つは生地玉冷蔵と成形冷蔵にするので通常通り70分の一次発酵、1つはバルク冷蔵にするので20分ほど仮発酵させてから冷蔵庫に移動します。常温の一次発酵が終わった2つの生地は分割丸めをして、生地玉冷蔵する方はそのまま冷蔵庫へ、成形冷蔵用は通常通りベンチタイム、仮成形、ベンチタイム、本成形へと進みます。成形が終了したら冷蔵庫へ移します。これで3種類すべてが冷蔵庫に入りました。翌日バルク冷蔵の生地はすぐに分割丸めをした後に復温を兼ねたやや長めのベンチタイムを設けます。その後は通常通り仮成形、ベンチタイム、本成形を行います。生地玉冷蔵の生地は仮成形をした後に復温を兼ねたベンチタイムを設けて本成形をします。成形冷蔵の生地はまだ膨らみが小さいので天板に移して復温を兼ねて追加発酵をさせます。それぞれちょうどいい発酵具合に達したら液卵を塗って焼成します。それでは気になる焼き上がりを比較していきましょう。こちらが3種それぞれの焼き上がりです。パッと見で違いが分かりやすいのは成形冷蔵です。ボリュームが他と比べて小さいですね。断面を見ても明らかです。焼き上がり直後のショックを入れ忘れて左2つは底が潰れてしまっていますが、実際はもっと腰高に立っていたということです。けど成形冷蔵は別に潰れていませんので最初からこんな感じです。追加発酵が不足してたんじゃないのと思いましたか？そこを見てみましょう。成形冷蔵のパンだけ底の面積が広いですね。これは生地のコシが弱くだれてしまった証拠です。これ以上追加発酵をさせたら余計にコシが弱まっていたことでしょう。本当は左2つももう少し底の面積が狭い方が理想です。なぜ成形冷蔵だと生地がだれてボリュームが低下してしまうのか、詳しい原理は後ほど解説するので、先にバゲットでのオーバーナイト比較も見ていきましょう。
この比較も全て配合は同じなので、前日にまとめて生地を作って切り分けました。左からバルク冷蔵、生地玉冷蔵、成形冷蔵です。バルク冷蔵は 30P、30P、30 の常温発酵をさせた後に冷蔵庫へ。それ以外は 60P、60P、60 の常温発酵の後に、生地玉冷蔵用の生地は丸めない丸め作業をして冷蔵庫へ。成形冷蔵用の生地も同様に丸め作業をしたら25分のベンチタイムを設けて成形します。成形したらキャンバスに乗せて冷蔵庫へ。翌日の大まかな流れはバターロールとほぼ同じです。詳しい工程が気になる方は公式サイトの記事をご覧ください。それでは焼き上がりを比較してみましょう。こちらが3種類の焼き上がりです。左から順にバルク冷蔵、生地玉冷蔵、成形冷蔵です。バターロールの比較よりもさらに違いがはっきりしていますね。クープの開き具合と長さが違います。こちらが断面です。左から右へとサイズが小さくなっています。特に成形冷蔵は小さいだけでなく横にだれています。やはりバターロールと同様にこちらも成形冷蔵では生地のコシが弱くなってしまうようです。一体なぜこのような違いが現れるのでしょうか。今からその理由を解説します。これら3種類のオーバーナイト法の中で一つだけ仲間外れがあります。それは成形冷蔵法です。その理由はオーバーナイト後の工程の違いにあります。こちらがそれぞれの製法の流れを簡単にまとめたものです。文字が小さくなってしまって見にくい方は拡大するか公式サイトの記事で見てほしいのですが、人の手が加わって生地にコシがつく工程には手のひらアイコンをつけています。生地を一晩寝かせる工程には月のアイコンをつけています。バルク冷蔵と生地玉冷蔵では一晩寝かせた後にも人の手が加わって生地のコシが復活するのですが、成形冷蔵は一晩寝かせた後に人の手が加わらないんです。生地が緩んだまま焼成に移るのです。これが非常に大きなポイントで、どんなパンもある程度のコシが残っていないと自重を支えられず上に高く膨らむことができなくて、特にバゲットだと生地表面の硬張力が緩み切ってしまうとクープは開かなくなります。今回の実験では成形冷蔵で作ったバゲットは長時間寝かせたことで生地のコシが弱くなりすぎたせいでクープが開かず扁平な形になったのです。バターロールも同様の理由でボリュームダウンしました。これが成形冷蔵法の難しさです。冷蔵庫の中で過発酵にならなければいいんじゃないのと思ったら大間違いで、パン生地はもちろん発酵が進むことによっても生成されるアルコールによって生地は緩みます。ですがイーストを入れていない小麦粉生地でも寝かせていたら生地は緩むのです。それは小麦粉由来の酵素作用も影響していますし、酵素作用がなくてもグルテン組織の緊張が弛緩するのもあります。なので発酵を止めようが何しようがオーバーナイトで生地が緩むのは避けられません。それでも成形冷蔵法でとっても上手にバゲットを焼いているベーカリーも多いです。ではどうすれば成形冷蔵法を上手に扱うことができるのか一緒に見ていきましょう。成形冷蔵法を上手に仕上げるポイントはズバリ、通常よりコシが強く固めの生地に仕上げることです。具体的にどうすればそのように調整できるのか。そのための手段は複数あります。一つ目は水を減らすこと。最も単純かつ簡単に生地を固くすることができますね。ただしこの手段だけでやろうとすると結構減らさないといけません。そうするとパンの食感や保湿性にも影響します。なので減らす量はなるべく最小限で調整したいですね。そのためには他の手段が必要になります。2つ目が水の硬度を高くすること。硬水で仕込んだパン生地は軟水よりも生地が締まります。フランスの水道から出る水は硬水なので、フランスで作られているバゲットは硬水で作られています。それがバゲットをうまく仕上げるのにちょうどいい硬度なんです。硬水があったからこそバゲットが生まれたと言っても過言ではないでしょう。ですがこれだけでも成形冷蔵法の攻略には不十分かもしれません。3つ目がビタミン C の使用です。と言っても難しいことは全くなくて、実は皆さん気づかず使っている方が多いことでしょう。お手持ちの赤サフやスーパーカメリアドライイースト、その成分表には VC と書かれているでしょう。例外もありますが、インスタントイーストの多くはちょうどいい量のビタミン C が添加されているのです。ビタミン C は酸化剤という製パン改良剤の一種で、生地のグルテン酸化を促進してコシを強化する効果があります。一方で生イーストやセミドライイースト、予備発酵タイプのドライイーストには含まれていないため、その生地感はもちろん食感も大きく異なります。フランスパン専用粉にもビタミン C 粉末が添加されている商品があります。
何かしらの形でビタミン C を配合する形になれば生地のコシは強くなるので、成形冷蔵法にはおすすめです。4つ目は生地を弱酸性にすること。pH が高いと生地は緩くなり、低いと締まります。弱酸性は生地が程よく丈夫になり、ボリュームアップが見込めるため、最も製パンに適した pH と言われています。弱酸性にする方法はいくつかあります。例えば炭酸水を少量ブレンドするとか、酢やマヨネーズなど飛び道具ならぬ飛び材料の活用だったり、ルヴァン種など酸性の発酵種を配合するなどいろいろです。ただし pH が下がりすぎるとグルテンの柔軟性が損なわれ、全く伸びなくなり、結果的に生地がブチブチとちぎれつながらず、まるで溶けたように見える生地になるので、使い方には要注意です。そして5つ目は力強い成形です。通常よりしっかり生地を叩いてガス抜きして、普段より生地をきつく張らせるよう成形することが重要です。バゲットをはじめとしたフランスパンはあまり生地に負担をかけないよう優しく扱うことが多いですが、成形冷蔵法における成形ではそれだと確実に翌日のコシがなくなります。以上のさまざまな手段を組み合わせて調整することで、なんとか成形冷蔵でも上手に仕上げることが可能になります。ではバルク冷蔵と生地玉冷蔵にデメリットはないのか。実はあるんです。レシピも調整した方がいいんです。これ以上は尺が長くなりすぎるので、詳しく知りたい方は公式サイトの記事をご覧ください。最後に肝心な風味の違いはあったのか解説します。バターロールで比較した3種類の間には、これといってはっきり体感できる風味の差はありませんでした。ただ食感の違いは認識できました。成形冷蔵は他よりもふわふわ感が劣っているのですが、歯切れの良さは勝っていました。バゲットの方は風味の違いをそこそこ感じられました。バルク冷蔵はあっさり淡白な風味で、成形冷蔵は風味が凝縮されているかのような印象でした。生地玉冷蔵はその中間ですが、限りなくバルク冷蔵寄りです。ただしこれは成形冷蔵法であることだけでなく、クラムの密度が高いことも影響していそうです。そして香りが凝縮しているからといって成形冷蔵の方が美味しかったかというと、そうでもありません。やはり上手に仕上がっているバルク冷蔵にはかないません。パンの美味しさは味や香りだけでなく食感も重要なのです。しっかり膨らんで気泡膜が薄くなった生地は火通りが良く、火通りが良ければでんぷんのアルファ化の度合いも高くなる。そうすればより口どけのいいパンになる。よくできたバゲットのクラムは口の中でシュワッと溶けるような印象があるものです。とはいえ今回の比較で作ったバゲットはリスドールや赤サフなど至って基本的な材料で作られています。製パン用イーストの菌は生地を膨らませることに特化した個性であり、多種多様な香り成分を生成することはあまり得意ではありません。そのためイーストを使っている以上はどのオーバーナイト法を使おうともどんぐりの背比べと言っても過言ではありません。しかし自家製酵母をはじめとする発酵種は多種多様な香り成分を生み出すのが得意なので、そういったアイテムで比較したら大きな差が現れたかもしれません。海外ではサワードブレッドというキーワードが多く主張されているほど需要があるネタのようですが、このチャンネルでも発酵種に関するネタの需要はありますかね。個人的にはやりたいネタなんですが、需要があるのか分からずにずっとお蔵入りというか温め続けています。もし発酵種に関わる比較実験などの動画を見たいと思う方がいたらぜひコメントください。今回の動画は以上になります。今後もパン作り上達に役立つコツや知識を皆さんに分かりやすく解説していくので、高評価とチャンネル登録で応援お願いします。最後までご視聴ありがとうございます。それじゃあバイバイ。